はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。今日は DVD 最新情報系動画でございます。昨日の夜にね、公式さんが動画をポストしてたんですけど、よく周年放送とかでも出てくる方と、もう一人、だいぶお偉いさんの方が出てきてまして、VP って言ってたから、バイスプレジデントの方かな。日本役職で言うと VP ってなんだっけな。執行役員の1個下ぐらいだから多分部長ぐらいだと思うんだけど、意味合いは。僕の認識が間違ってなければ。はい。の方が出てきて喋ってましたと。で、何の内容だったかというと、ここにバンと出してるんですが、今年の周年に向けてと、その周年から12月に向けてで、大きくやることを発表してましたという感じですね。で、内容がもちろん新チャプターの追加とか、新規でいろいろやることはやるんだけど、今年は主にゲームの品質改善に力を入れますよということをお話しされてましたね。で、去年は特に2対8モードもそうですし、カオスシャッフルもそうですし、で、直近だとブラッドブーンでもまた新しいことをやるつもりということで、結構新しいことをやる年度だったという感じだったんですが、特に今年はこのゲーム体験の改善に焦点を当てたいということで、明日から本当は新チャプターというか新要素かなの PTB の予定だったんだけど、ちょっとそれずらして3週間、あと3月12日かなからにしますと。で、その代わりこの辺頑張って取り組みますというお話もされていました。ざっくりと発表されていた内容がこれなんですけど、公式フォーラムの方でもう少し内容の詳細についても発表されていたんで、それについても触れていこうと思いますと。まずざっと見てみようか。フェーズ1、周年までにやっていくことですね。ゲームプレイの改善点としては、ハイズリ対策、降参オプションをつけますと。で、さらに、CS 版、PC 以外の CS 版でも、ガン待ちの設定、明るさの調整ができるようにしますよという感じですかね。で、繊維喪失への対策、長時間の隠密、閉じ込め行為への対策、生成ルール&マップオファリングのバランス調整、放置、ボットプレイへの対策改善と。さらに品質改善の点で、ブラッドポイントの大量使用機能、新クエストシステム、パークのプリセット拡張、ロビー内での自身のパークのプレビュー機能というのが発表されました。一回タイトルだけさらっていくね。で、7月から12月なんで、周年終わった後はこんなところをやりますと。で、ハイズリ対策は引き続きやるんだけど、さらに改善継続していきます。で、さらにトンネル対策の改善、フェイスキャンプ対策機能の改善、レーティングのアップデート、マップ&鍵アイテムのバランス調整というところですね。で、さらに品質改善でコンソールでのキーボードマウス対応、素晴らしい。カスタムマッチの改善、アクセシビリティの改善、プレステージの報酬、ログインステップの削減というところで、今年はかなりゲームの快適度を上げることに力を入れていくよということみたいですね。ちょっとフォーラムの方で詳細触れられてたんで、そっち見てみましょうか。はい、ドドンと。フォーラムの方を持ってまいりました。デッドバイデイライト生活の質向上イニシアチブ2025フェーズ1ってことで、これちょっと英語文でしか投稿されてないから、Google 翻訳なんで、なんか変なところあったらすいませんなんですが、せっかくなんで中身見ていきましょう。デッドバイデイライトチームはいくつかのロードマップの更新を発表し、今後のゲームプレイの変更、生活質の更新、およびゲームの全体的な健全性の改善ラインナップをプレビューします。デッドバイデイライトでは、プレイヤーが長年抱えてきた多くの懸念や不満に対処するために、大幅な生活の質向上の取り組みが実施される予定です。この取り組みは2つのフェーズに分かれて実施されます。最初のフェーズは4月から6月まで、2番目のフェーズは7月から12月までです。予定されている内容の詳細は以下のロードマップをご覧ください。これはさっき読み上げたやつだね。この取り組みの範囲に対応するため、チャプター、リフト、イベント、モディファイア、コレクションなど今後のリリースのいくつかを延期することにしました。つまり明日の PTB は行われませんが、この決定は軽々しく下したものではないのでご安心ください。私たちはこの生活の質向上の取り組みを優先するために今後のリリースを延期することで、最終的にデッドバイデイライトがこれまで以上に強力になると確信しています。私たちは常にプレイヤーの声に耳を傾けており、これは長い間待ち望まれていたことです。フェーズ1で予定されている全ての内容のより包括的な内訳をお探しですが、私たちがお手伝いしますということで、まずはフェーズ1の周年までにやること、詳細を教えてくれるそうですと。まず幸福状態。チームは幸福機能の開発に取り組んでおり、これにより両陣営のプレイヤーのフラストレーションが軽減されるはずです。この機能を正しく実現するには、まずこの機能の使用が最も適切な状況を特定する必要があり、その結果次の2つのシナリオが浮かび上がりました。生存者全員がハイゼリされたかなこれ。全ハイゼリの状態。で、残りの生存者が全てボットになった状態と。これらのインスタンスが発生すると、プレイヤーは幸福オプションを使用して獲得したブラッドポイントを保持し、切断ペナルティを回避しながらトライアルを終了できるようになりますというわけですね。これはもう本当に素晴らしいと思います。みんなずっと欲しいって言ってたよね。なんかずっとハイズリで一生釣らないキラーに対した生存者で放置されてる時間、この4分間何のためなんだろうなって思いながら、ただ待ち続けるみたいなね、時間もあったし、逆もしかりだよね。キラーもなんかサバイバー全員切断してったんだけど、なんで俺は公開マッチでボット戦やってんだろうって思いながら虚無の15分を過ごすみたいなさ、みたいなこと、起き
起きてほしくないというか望ましい状況ではないんだけど、発生してしまったら対処せざるを得ないよねということで、切断するとペナルティ食らっちゃうし、困ってた状態だったんですが、今後はこういう状態になったら降伏ができるようになるよと。ゲームがスピーディーになってとてもいい機能なんじゃないかな。はい。次、ガンマ調整。DVD はテーマ的にだけでなく少し黒くなることがあります。また暗すぎるとプレイしづらくなることもあります。すべてのプラットフォームでガンマ設定を調整する機能を導入し、意図した芸術的方向性を犠牲にすることなく最適な設定を見つけられるようにしますと。PC 版の人は一応ゲーム内ではいじれないんだけど、グラフィックボードを使ってるからだいたいグラボの設定で明るさ変えることができたりとか、モニターで明るさ変えるとかはできたと思うんですけど、それをゲーム内でできるようにするよってことかな。CS 版の人でもモニターで明るさ変えれるのは一緒だと思うんだけど、ゲーム内はいじれないんで、こっちでいじれるようにしてくれた方が健全だよねっていうのはわかります。いい変更だと思います、これも。Go Next 防止と。これね、ちょうど今日本当は動画にしようと思ってた話題だったんですけど、Go Next っていう表現は製造者が次のゲームに早く進むために故意に全力を尽くすことを指します。これには殺人鬼のところまで歩いていって、じっと立っている、フックまで走って繰り返しそれを指さしている、または最も一般的なのはフックにいる間に意図的にスキルチェックを失敗するなどが含まれます。要はアジア圏でも別にいないわけじゃないんだけど、北米圏は最近これがめちゃくちゃ問題になってるらしくて、切断するとペナルティが入るじゃないですか。もともとペナルティがあっても全然切断するみたいなメンタリティの人たちが比較的多いので、最近だともうこの初釣り諦めとかゲーム放棄して戦意喪失みたいなのがもう当たり前になってるらしくて、しかも頻度が3試合やったら2試合いるみたいな、誰かは諦める切断するみたいな感じらしくて、そういう意味でノラサバイバーが本当地獄って言われてるみたいな感じらしいんだよね。で、配信者の人はそれを避けるために参加型でパーティー組んでやったりしても、参加型でやってんのに平気で切断していくみたいな民度らしいんで、これはすごい問題だと言われていたんですけど、これを対策すると、システム側で。このような行為を抑止し、適切に罰するためにプレイヤーが次へを試みているかどうかを識別できる対策を実装します。識別されると切断ペナルティポイントが与えられ、グレードが1つ下がります。このシステムの正確性を確保するために、このシステムを注意深く監視しますが、これが問題の緩和に役立つと確信しています。一方で状況が悪化しても難しい試合を最後までやり遂げたプレイヤーには報いを与えたいと考えています。次の試合で追加のブラッドポイントを付与する。エンブレムベースの新しい乗数を導入し、そのボーナスは連続するトライアルで累積します。ということで、これもすごくいいね。要は、切断はしてないんだけど、実質諦めてんじゃんみたいな行動を、ゲーム内で検知するようにして、それやってること切断と変わんないよねって判断されたら切断ペナルティがつくようになるよと。いうことですね。怖いのは、別にそういう意図してない状況というか、ただ諦めてるとかじゃなくて、なんかのやむを得ない事情があって、そういう行動を取らざるを得なかった時にペナルティがつかないかなってことだけはちょっと心配ですが、そこの精度を高めていくように頑張るみたいなことを言ってるんで、ここは頑張ってくださいと思うしかないかな。で、こっちが、多くの真面目なプレイヤーの皆さんには、とてもいいお知らせじゃないですかね。ちゃんと諦めずに毎試合やっていれば BP はどんどん美味しくなるし、エンブレムのボーナスも美味しくなるのでグレードも上げやすくなるよということだそうでございます。はい。じゃあ次、極度の隠密かなとボディブロックの防止ということで、エクストリームハイディングとは生存者が目的を無視して時間を待つことで勝ち目のない試合を長引かせることを指します。要は残り2人になりました。発電機あと2、3台残ってます。どっちもずーっと隠密してて出てきませんみたいな。ロッカーインとかね。これに対処するために、カラスの動作方法を変更し、プレイヤーがゲームプレイの目的から意図的に離脱していることをより正確に識別できるようにします。プレイヤーがカラスを受け取ると、その位置はスキラにすぐに明らかになりますと。AFK クローっていうのは、これ、away from キーボードの略なんで、手離して放置してますって意味だね、AFK は。で、今はカラスが1分すると1羽飛んできて、30秒で1羽追加、30秒で1羽追加で2分で3羽飛んで通知が行くってことになるんだけど、これからは1羽受け取ると、すぐに通知が行くようになるってことかな。で、3回目のカラスを受け取ったプレイヤーが衝突判定を失う機能も組み込む予定です。これは、キラーがボディブロックでサバイバーをずっと角に閉じ込めて、試合を引き伸ばして嫌がらせをするみたいなことを防ぐっていう意味合いらしいですね。カラス1話でもう投下していいんじゃないって思うけどね。1分も動いてなかったら。2分も待たなくていいのではと思いますが、でも全然やるべきというか、あって叱るべき機能だと思うので、これもありがたいですね。次、マップの提供。マップオファリングは賛否両論があることは承知しています。マップオファリングを楽しむプレイヤーもいれば、不公平なアドバンテージと与えると感じるプレイヤーもいます。マップオファリングはマップとレルムの繰り返しシステムを自動的にバイパスするためフラストレーションが増すこともあります。
繰り返し防止システムを実装しても同じマップ焚かれたらそこ飛んじゃうから嫌だよねってことか。今後マップオファリングは特定のマップの出現を保証するものではなく、出現確率を 20% 増加させるものになります。ただし重複は発生しません。またマップオファリングやその他のいくつかの種類のオファリングはロードイン中に秘密のままにしておく予定です。こうすることで試合に残るかどうかの判断が外部要因に左右されることがなくなります。なるほどね。いや、これどうなんだろう。じゃあもうマップオファリング拒否の魔除けの手いらなくない？ 20% でしょ。まあもともと今のマップ数的に選出率が各マップ 2% ずつぐらいあるんだろうから 22% ぐらいの確率でオファリングを炊くと飛べるってことだよね。でも 22% ってまあ平均5回やったら1回飛べるだけど運悪かったら10回炊いても20回炊いても飛べないからってなるんだったらもうマップして拒否派は削除でいいよね。これをやるんだったら。まあちょっと残念なのはコンセプト系のキラーがほとんど息できなくなっちゃうからまあ、よりなんかガチ構成しか出てこなくなるんじゃないかなっていう気はして、その辺はちょっと残念ではありますが、まあまあ、でも全体的には別に僕はそんなに反対とかではないかな。別にいいんじゃないっていう気がします。で、これもなんか今まで要はオファリングがバラってひっくり返ってマップ指定されてるわ、うわ、だるって言って抜けていく人が結構いたんで、それを防止するためにやりますということですね。まあこれはあってしかるべきだと思いますと。はい。スポーンルール、サバイバーの出現位置かな。製造者の出現位置はトライアルの結果に大きな影響を与える可能性があり、これはコミュニティで繰り返し認識されていることです。製造者が別々に出現し、より広い範囲をカバーできれば、目的を達成する上で大きなアドバンテージを得られることが明らかになりました。そうだね。4人バラバラで1111で分かれるのが一番キラー辛いからね。デフォルトのサバイバースポーンルールを変更し、各サバイバーが互いに12メートル以内の同じフロアにスポーンするようにします。この変更に対応するために、なんだこれ。布系のオファリングか。もうそれに応じて調整されます。これ、思ってるより大きな変更だと思うな。結構試合の展開というか戦略に大きく影響を与えるぐらいの変更だと思うんで、だってサバイバーの枠位置がもうほぼほぼ4人とも分かるってことでしょ。今までは2-2で分かれてたりとか、ばらけて2-1-1とかで分かれてたりしたから、周囲追跡者とかでね、最初の位置を見て、そこ2人だから二押しされたくないからこっち行くかみたいな感じで初動立ち回ってたキラーの人とかも多いと思うんですけど、湧き方がある程度固まるとだいぶ序盤の戦略変わってくると思うんで、堕落とかより一層効果が増すだろうしね。でリージョンとかさ、負傷近くにいる人に巻きやすいキラーとかも全然話変わってくると思うんで、これは大きな変更だと思いますね。結構ゲームのプレイ感変わってくると思うから実装されたら注視してやっていきましょうって感じかな。次、AFK ボット検出の改善。AFK ボットを使用するプレイヤーがトライアルに参加すると依頼することがあります。要はポーキラーってことだね。電撃だけ打ってるボットドクターみたいなのとか。そのため私たちは検出システムの改善に取り組んでおり、そうしたプレイヤーを迅速に特定し、それに応じてペナルティを課すことができるようにします。これ本当にマジで早くやってほしいね。なんか、去年からずっとそう、てか前からずっとそうなんだけど、最近新しく始めましたよの人から必ず聞く一言が、キラーボットしかいないんですかって、必ず聞くんで、本当に。もう最初の10戦20戦ずーっと放置キラーみたいな感じらしいので、そんなにね、マップの探検だと割り切って楽しめる人だったらいいんですけど、新しく DVD やってみようかなって思ったら相手人間いないじゃんってなっちゃったらね、面白くなくて続かないんで、これこそ本当に早くやるべきだと思いますね。で、大量のブラッドポイントの消費かな、これ支出だけど。ブラッドウェブの一般的なアクティビティを高速化するために、ブラッドポイントをまとめて使用できるボタンを追加します。はい、これもみんな求めてたやつですね。100万とかまとめてフラッシュくれるのかな。次、クエストシステム。昨年発表されたようにクエストシステムはアーカイブとリフトの大規模なアップデートの一部であるため、これに関する記事でさらに詳しい情報をお伝えする予定です。現時点ではチャレンジシステム及びデイリーリーチャルを改良して、作業の負担を軽減し、報酬を獲得しやすくし、全体的な楽しさのレベルを高めることをお知らせします。アーカイブの学術書クエストがちょっとマンネリ化してるから、もっと良くしようってことかな。最近もうパターン決まってるもんね。試合中に身代わりしろとか、発電機直せとか、スキルチェック決めろとか、もうちょっとなんか面白いことできると確かにいいかもしれないですね。これは楽しみにしておきましょう。得点ロードアウトとプレビュー。AB テストが成功した後、プレイヤーがロビーにいるときに自分のパークロードアウトを確認できるようになり、さらにパークロードアウトスロットが追加されます。ロビーマッチングしてからパークが確認できるようになるんだけど、これ他の人のパークも見えるのかな？モバイルとか見えたじゃないですか。そういう感じになるのか。他の人のパークが試合前に見えるんだったら、かなりノラ改善にもつながると思うんで、それ自体はやっていいことだと思うんですけどね。それがあるのかないのかちょっと気になりますね。これらの変更は DVD の全体的な健全性に利益をもたらし、全てのプレイヤーにとってさらにポジティブなゲーム環境を確立すると信じています。またこの間、
だご理解とご協力をいただき、ありがとうございました。5月のアニバーサリーブロードキャストでは、パート1を振り返り、ロードマップのパート2についてさらに詳しくお伝えする予定ですので、その発表をお待ちください。それまでの間、皆様のご意見やフィードバックをお待ちしています。ということで、だいぶ詳細触れられていましたが、いや、いいですね。かなりいいんじゃないか。すごく楽しみな調整ですね。最近はね、もうキラーの追加ペース、サバイバーの追加ペース、ずっと変わってないから、ちょっと離れるともうついていけないみたいな人も多かっただろうし、今年も追加自体はあるんですけど、それよりもなんかこういうイライラするポイントというかね、楽しくない不健全なポイントを直してほしいって思ってた人いっぱいいると思うので、ここをちゃんとやりますって、公言してやってくれるのはとても喜ばしいことだと思いますので、楽しみにしたいと思います。で、さらに、公式の X のポストにリプしてた人の返答もいくつか運営さんがしてたんで、3つぐらいかな。長期間隠密はカラスの対策ですが、オブジェクトに長時間触ろうとしない製造者を現在より的確に検知して殺人鬼に場所を通知するものになる予定ですということなので、どれぐらい動いてないっていうかもう発電機触らないとカラス飛ぶっていうことなのかな、この書き方だと。だったらいいんだけどね。結局、1分でカラスが飛んだら通知しますって言っても、ずっとロッカーをうろうろ渡り歩きながら隠れてる人とかってカラス飛ばないように隠れてるから、カラス飛ぶまでの時間が変わんなかったらね、変わんないじゃんっていう話だと思うんで、発電機触らなかったらカラス飛ぶだといいんだけどなと思いますね。で、放置キラー対策は、マクロを検知しますと。で、自殺する人への対策、なんとかしてほしい。戦意喪失への対策は、意図的に試合放棄しようとする人を検知して切断ペナルティを与えてグレードを没収するものになる予定ですと。いいですね。ここもさっきの詳細で触れられてたことのちょっと返答って感じかな。はい。で、最後に、ちょっと長くなるんだけど、連続して出されてるお知らせなんで、最新情報ということでまとめてこれも入れていきましょう。もう一個プラスで、発表がされてました。2対8の週末テストを行った結果をお返ししますと。で、ボットが2人入ってたのを1人に減らしましたっていう変更だね。で、結果、2対8の殺人鬼の待ち時間が平均3分短縮されました。製造者のロビー抜けや体質は増加せず、通常マッチより低い割合にとどまりました。昨年のハロウィン以来最高のアクティブユーザーを得ることができました。良くなかった点は、製造者の通常マッチの待ち時間が増加しましたが、平均1分以内には一応とどまっていますと。で、ボットの数を減らし報酬を増やしたことで待ち時間は改善しました。しかしそれでも待ち時間は長いと考えており、通常マッチにおける製造者の待ち時間も注視していきます。次のステップでは、週末と平日のアクティビティの変数を踏まえて、VP ボーナスはそのままにして他の変数を変更します。製造者の 400% ボーナスはそのまま維持。本日2対8で全ての製造者ボットを無効化しました。明日、経験値3倍ボーナスを2倍に減少します。経験値ボーナスはゲーム全体で変更することしかできず、この変更により通常マッチと2対8のプレイヤー分布がどうなるか調査したいと考えています。テスト開始して2日後にまた結果を確認しますということで、2対8確かに変更入ってね、昨日もずっとやってて、全キラー11種類使ったりしたんですけど、平均待ち時間10分ぐらいだったかな。もともと確かに13分ぐらいかかってた気がするんで、本当に言ってた通りぐらい短くなってた気がします。10分で早いねって思っちゃうのもちょっと我々の感覚としてどうなのって気がするんですけど、早いに越したことはないんで、より改善で少しでも早くなったらいいなと思いながら、2対8もね、残り期間楽しんでいこうと思います。はい。というわけで、だいぶ長くなりましたが、DVD 最新情報盛りだくさんでしたということで、PTB が本来今日から来るはずだったのが、明日から来るはずだったのが伸びたので、そこはね、ちょっと待ちになりますが、3週間ぐらいはちょっと2対8とか、ブラッドムーンの前兆をね、楽しみながら DVD 過ごしていければと思います。じゃあ皆さんも思ったこととか感想をいただけると幸いでございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。またね。